こんにちは。アニメ紳士です。今回はガールズバンドくらい第1話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。思ったより丁寧に作ってあるね。 CG アニメ特有のアニメーション作り慣れてない感がきついけど、なんで合わせられるの？喧嘩別れしたバンドメンバーがこいつらなのか。赤の他人ですが空気読んで合わせました。サンクス、すげえなこいつら。なんか良かったけどな。ディテールは目をつぶろう。曲も歌も好き。これはよりマイな方の花田10期の予感。マジで最高じゃん。ラスト2人が演奏してくれてんのに笑っちゃって悔しい。 CG 機になるかと思ったけどそんなん関係なくおもろいやんち。花田節聞いてて面白かったわ。面白かったわ。 CG は気になるけど表情周りはかなり頑張ってると思う。桃花さんのバイト先って20歳だし、まさかアーケード街の向こうの通りのお隣さんと一緒に合わせてくれた人といい人多すぎだろ。唯一いい人じゃなかった人は道聞いてしかとした人だな。主人公がたまに赤オーラ出すのは何だろう。ガード不能攻撃の前兆。ラブライブスタッフが送るバンドリみたいなアニメ。 CG 機になるけど D4DJ とかも CG じゃなかった。 D4DJ の CG は嫌いじゃない。地元で知ってる場所いっぱい出てきたわ。男を排除してないのは逆に新鮮だった。エンディングのドラムは男に見えるけどゲイの同居人なのかね。川崎とか旭川とか吉野家とかなかなか攻めてくるな。とりあえず1話のつかみはかなり良かったな。このまま行けばいいけど。川崎の駅前のあの辺りって本当に路上ライブやってるよな。牛丼屋は1人メンバーっぽいやついなかった。2人ともメンバーかと。合わせてくれた2人は最終回でライブに来てめっちゃ応援してくれそう。もしかしたらすごいアニメが誕生したのを目にしているのかもしれない。伝説の第1話よ。キラキラ星。花田先生ってよくこんな恥ずかしげなゼリフ書けるよな。このセリフが書きたくてこういうシナリオにしたんだろう。花田先生は決めシーンのセリフを思いついてからそのセリフを言える状況になるようストーリー作るからな。メンバーにこんないかつい男出てくるとか聞いてねえぞ。タイトル詐欺ですよ。場所使っただけでキレてたのにこんなに邪魔して大丈夫か。気分次第で付き合う。そんなんでいいんだよ。2人も仲間になるのかと思ったけどタイトルからして違うか。海外で性転換して帰ってくるのかも。マイク借りたお姉さん親切だな。すごいあさっての方向に行きそうな雰囲気はある。バンド版ラブライブだった。常識持ってるはずの主人公って感じだった。CG はすごく頑張ってたと思うわ。毎晩このドラムセット持ち込んでるなら縄張りは大事かもしれないな。1話のつかみとしてはまあまあ面白かった。もうちょっとだけ見てみようかな。勢いは今季一番あるから次回も見ようっと。バンドリが5期を来年に延期したのはガルクラと重なるのを恐れたという噂。なるほど。顔が賑やかなのは好き。花田先生の可能性にかけてとりあえず継続しておくか。これが今の流行りのバンド曲なのか。俺には合わんかった。でも次回も見るか。 CG が良い味出してる。次回は鍋 CG に期待したい。バンドメンバー全員で済むようになるってこと。ホモも混ぜろよ。よりも1話もこんな視聴互換でどんどん神ってた気がするから10期を信じるか。バンドリが手書きだったのは最初期だけじゃなかったっけ。まあ迷子も1話の時点だと化けると思わなかったし様子見だな。東映の CG といえばプリキュアのエンディングや楽園追放が思い浮かぶけど、守りたいこの笑顔。汎用性ある。日本だと創作でしか見ないけど欧米の外人視聴者が本気で怒りそう。ガールズバンドくらいすごいな。1話通してゲームムービーみたいなクオリティの映像で進んで手書きアニメっぽい表現とディズニーっぽい 3D アニメの表現が混ざり合ってて現状の 3D テレビアニメの集大成感ある。 CG に若干のぎこちなさがあるけど
決めるべき場面ではしっかり決めるし、ガールミーツガールものとしてはゆるく可愛い空気よりも、中指立て的な作風が独特で面白い。群雄割拠のバンドアニメ戦国時代に殴り込みをかけるには、出だしとしては悪くない感じ。7ヶ月前に出していた MV がすでに1040万回再生されているなどした準備がすごい。制作会社の本気を感じる。1話はガールミーツガールなストーリー。最後のライブシーンだけでも見てほしい。高校を辞めて東京を目指すなんてロックな生き方。でも、それは彼女の音楽性を体現してはなく、行き詰まっていたから別の場所を目指しただけかもしれなくて、マイクもギターも持たなかったニナが、ロックに手を伸ばすまでを描いた初回は、早くも興奮を巻き起こすものになっていたよ。正直言えばやっぱり CG のモーションは気になるし、手書きで見たかったなぁとは思うんだけど、楽曲は悪くないし、ストーリーも花田隆が聴いていて、良い導入の1話だった。それにしてもメイン2人とも声優未経験なんだよね。最近の人はうまいな。残りのメンバーはどうだろう。まだ何者でもないニナと何者かになろうとした桃か。同じ挫折でも意味合いの違う2人が交差するストーリーは素晴らしい。中指は気持ちの象徴。テーマはそこじゃない。路上ライブの熱い魂を最後まで貫けるか、商業ロックとかすかは今後次第。初回の導入部は最高でした。50点のものを期待してみたら99点のものが出てきて最高でした。中指立てるシーンを容赦なく入れるとことか MV の演出。タイアップ企業とのストーリー絡ませ方がもう満点。残りの1点は、最終回を見てから100点になることを祈っての99点です。ロックしていけ。最高に面白くなりそう。全編 3D で描かれる女の子たちのバンドストーリーは、表情や動きの表現が多彩で、新象風景や演奏シーンは最高に面白く引き込まれた。テンポもよくロックな笑いも非常に面白い。単純に曲が好き。先が楽しみ。東映アニメーションがガールズバンド作品に進出とはなかなか異色だし、しかも花田十喜さんだから期待せずにはいられない。学園ものではないのも注目のポイントで、CG 的な作画に加えて、主人公2人が苦悩する雰囲気をはじめ、迷子を彷彿とさせる部分も見られる。文句なし。期待以上の出来。素晴らしい1話だった。この作品は化けるぞ。家の近所がアニメ化ってこんな気持ちなんやな。見慣れた日常の風景がアニメに出てきて泣きそう。川崎は東京だぞ。また曲がほんといいんよな。中指立ててけ最高。聖地巡礼へ行くか。バンドリ、迷子を見たばかりなので、何が来ても怖くないぞと思いながら見たガールズバンドくらい1は、これでもかと日々の生活や現実を突きつけてくるという点では共通しているけど、熱い物語になりそう。それにシリーズ構成が UFO の花田さんと知り、さらに期待値が上がってる。 3D かと最初思ったけど、すごい内容良かった。高校を辞めて地方から上京してきたこの物語。幼い顔して根性ある桃香さんと出会ったのも偶然じゃないのかもね。人生には時々そういうことがある。そんなことを思わせてくれるストーリー。頑張れ。中指立ててけ。めちゃくちゃ面白いやん。今って 3DCG であんな綺麗になるんやね。オープニング映像びっくりするくらい凝ってて最高だった。1話目からクスッと笑えるシーン、シリアスなシーン、かっこいいライブシーンと全て良かった。ここ最近で CG アニメへの苦手意識が完全に払拭されたかも。疾走するアニメ、驚異的なスピード感。24分で物語の導入から感動のラストまで、息継ぎするいとまもなくブイブイ引っ張っていってくれる強引さがとにかく気持ちよい。多少のご都合主義的ストーリーも気にならない。ニナとモモカ、お互い道や夢に迷い破れた者同士の開口。負けたくないその人生に抗い駆け出して中指立てて歌い出す。この尖った感じに伝えたいパッションが、もう最高にロックだぜ。さすが花田十喜さん。お見事なガールミーツガールに心つかまれた。初手から勢いありまくりで面白いなこれ。スタートの大元としては王道ながらも個性あふれるキャラで際立たせ、かつそこに至るまでの波乱万丈な展開。
細かいながらも多くを盛り込んで CG 映像で語る演出、非常に気持ちよかった。今後に期待です。中指立ててけ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。